はじめは肩の真下に手首、股関節の真下に膝をセットしていきます。息を吐き出しながら骨盤を動かして背中を丸めて、吸う息で股関節を折りたたむようにして背中を反らせていきましょう。吐く息で背中を丸めて、吸う息で背中を反らせていきます。ご自身の呼吸に合わせてゆっくりと動かしていきましょう。股関節と背骨のつながりを感じていきます。次は足はマット幅に開き、膝下は閉じておきましょう。お尻を引いて股関節を動かしていきましょう。お尻の伸びを意識しながら、背骨の縦の伸びも意識して体幹を安定させながら動かしていきます。次は動作が変わります。少し右斜め下にお尻を引いていきます。次は左斜め下にお尻を引いていきましょう。何回か繰り返していきます。お尻がより深くストレッチされていきます。次は膝下はまっすぐに戻して、横にスライドをしてから斜め後ろへお尻を引いていきましょう。まずは横へスライドし、斜め後ろへお尻を引いていきます。これを交互に動かしていきましょう。背中が丸まったり腰が反らないように注意してください。手のひらでしっかり床を押しながら股関節を使ってお尻をストレッチしていきます。吸って吐きながらゆっくりと斜め下方向へお尻を引いていきましょう。ご自身のペースで構いません。さあ次は正座になり股関節を折りたたむ練習をしていきましょう。股関節の前に手を添えて、座骨を少し後ろへ引くような意識と、股関節を折りたたむことによって上体が斜め前に倒れていく意識で行っていきましょう。この股関節の使い方を知ることによって前ももの力を軽減し、お尻にもしっかりと効いてくれるようになります。上体が前に倒れるわけではなく、股関節を折りたたむ意識で行ってください。さあ次は今の動作を膝立ちで行っていきましょう。股関節の前に手を添えて、先ほどと同じようにしっかりと股関節を折りたたむように使っていきましょう。このヒンジの動作ができるとスクワットをする際もお尻やももの裏にしっかりと効いてくれます。腰が反らないように体幹も安定させながら行っていきましょう。さあ次は仰向けになり、先ほどの股関節の動きを使ってお尻を持ち上げます。この時に腰が反らないように尾骨は天井の方に向けるような意識で行っていきましょう。吸って吐きながらお尻を持ち上げて、
吐く息でまた下ろしていきましょう。足の裏で強く床を押しながらお尻を持ち上げていきます。足の幅、そして膝の幅は握り拳一つ分を維持したまま行っていきます。さあ次はつま先を持ち上げて、かかとを床につけて同じ動作を行っていきましょう。かかとで強く床を押しながらお尻を持ち上げていきます。腰が反りやすい方はお尻を高く持ち上げずに半分ぐらいの位置で尾骨を天井の方に向けるような意識で行っていきましょう。だんだん膝やつま先が外に向かないように、できるだけ握り拳一つ分を維持したまま行っていきます。常にお腹には力が入っています。呼吸は止めずに吸って吐きながらお尻持ち上げていきましょう。次は足を閉じて開くを繰り返していきます。足はぴったり閉じてください。お尻を持ち上げたら足を開き、閉じるを繰り返していきます。内転筋をしっかりと使って膝をぴったりと閉じていきましょう。この時にお尻の位置がぶれないようにすることがポイントです。骨盤をしっかりと安定させた状態で足を開いて閉じてを繰り返します。速度はご自身のペースで OK。 無理のないように呼吸に合わせて行っていきましょう。次はかかとを持ち上げてお尻の上げ下げを行っていきます。ふくらはぎもすっきりしていきます。足先で強く床を押しながらお尻を持ち上げていきましょう。普段なかなか使わないところが急に動かすことによってつりやすくなってきます。つりそうになったら無理はせず、休んでから行ってみてください。ももとお尻の筋力を高めていくことはとても大切になります。頑張っていきましょう。さあ次は片足を伸ばしてお尻を持ち上げる動作に切り替わります。伸ばしている方の足が難しい方は膝を曲げて行っていきましょう。余裕のある方は膝と膝の間を握り拳一つ分を空けて膝から延長線上につま先を伸ばし、少しお尻を持ち上げていきます。そうするとお尻やももの裏がキュッと引き締まり、足がすっきりとしていきます。さあ少し大変なところですが、吸って吐きながらゆっくりと持ち上げて、下腹部には力を入れた状態で動かしましょう。反対も同じ動作を行っていきましょう。膝から延長線上につま先を伸ばして行います。足裏で強く床を押しながらお尻を持ち上げていきましょう。尾骨は天井の方に向けるような意識で軽く腰を丸めた状態をキープして行います。この時に下ろしている方の膝やつま先が外や内に向かないように注意してください。股関節から膝、つま先までは常に一直線で骨盤が傾かないように左右の骨盤が同じ位置にあるかどうか確認しながら行うと左右の体のバランスが整っていきます。
これが最後の動作です。足を持ち、ももの裏をストレッチしていきましょう。膝は曲がったままでも構いません。無理に伸ばしすぎないように注意してください。余裕がある方は遠くへ足先を伸ばすようにして両足を伸ばしたまま行っていきましょう。吸って吐きながら足を引き寄せてストレッチしながら、首が痛い方は頭を床に下ろして行っても構いません。さあ、あと少しです。今日もお疲れ様でした。